皆さん、こんにちは、エマです。優しい日本語でお届けする日本文化ポッドキャストへようこそ。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？私が住んでいる日本では少しずつ春に近づいてきています。冬から春にかけて今、季節の変わり目と呼ばれる時期なんですけれども、この季節の変わり目はとても風邪をひきやすいです。そして私も今実は風邪をひいていて、とても喉が痛いんですけれども、頑張って今日もお話ししていくので、よかったら皆さんも楽しんでいただけると嬉しいなと思います。そして今日の動画では、この動画をいつも見てくださっている方からリクエストしていただいたお話です。今日は天ぷらについてお話ししていきます。皆さん、天ぷらはご存知ですか？今日は基本的な天ぷらの食べ方や具材であったり、そしてちょっと変わった天ぷらとか、私が好きな天ぷらの食べ方、そんなものもお話ししていくので、よかったら最後まで見ていってくださいね。では、早速始めていきましょう。ではまず、天ぷらとは何かということからお話ししていきます。まず、この写真をご覧ください。この写真が天ぷらと呼ばれるものです。この天ぷらはたくさんの具材があって、例えば海鮮類、エビだったり、イカだったり、あとお魚ですね。天ぷらではキスと呼ばれるお魚がとても人気です。そして他にもお野菜ですね。かぼちゃだったり、あとアスパラガスだったり、そういったものですね。あとはナスビとかも人気ですね。こういったものが衣で包まれて、そして揚げられたもの。それを天ぷらと呼びます。もう一度言いますね。具材を衣と一緒に油で揚げます。これが天ぷらです。で、この天ぷらの特徴といえば、一言で表すと、皆さんオノマトペを使って何かわかりますか？これは、サクサクです。サクサク。この音が天ぷらを表す音ですね。本当に天ぷらっていうのは、日本料理にとって欠かせないものの一つなんですね。今までご紹介してきたお寿司やラーメン、お味噌汁も日本料理にとっては欠かせないものだけど、その中でも天ぷら、これは本当に皆さんから人気だと思います。たくさんの方から人気ですね。日本中ではもちろん、世界中から日本に旅行に来てくれた方、観光客の方にもとても人気な食べ物の一つだと思います。なんですけれども、この天ぷら、実は日本のものではないって知ってましたか？日本でできたものではないんですね。これは実はかなり昔、室町時代に、天ぷらはポルトガルからやってきました。ポルトガルから伝わってきたと言われている料理です。この天ぷらは実は昔は今ほどお安く食べられなかったんですね。とても高価なものでした。なので特別な行事であったり、お金持ちの貴族の方、そういった方が食べるご飯だったんですね。なんですけれども、この天ぷら、今は世界中に広がっていますよね。これは江戸時代に広まったと言われています。江戸時代では油がどんどん使われるようになって、少しずつ天ぷらの値段も安くなってきたんですね。そして一つ面白いのが、皆さん屋台って知ってますか？きっと日本に旅行に来た方には、屋台でご飯を食べた方、屋台に飲みに行った方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、この天ぷら、昔は屋台で食べられていたそうです。そして
今は、お皿に盛られて天ぷらは出てくるんですけど、この時は串に刺して出てきたみたいなんですね。串に刺された状態の天ぷらを食べていたと言われています。そしてこのようにして天ぷらは日本中に広がってきたんですけど、実はここで面白いのが地域によって食べ方が違うそうなんですね。私が住んでいる関西地方、西の方では塩で食べる人が多いそうです。そして関東、東の方では、天つゆと呼ばれるおつゆにつけて、お出汁のようなものですね。そういったものにつけて食べる方がとても多いそうなんです。私、関西に住んでいて、無意識のうちに塩で食べていました。なので、この説意外と合ってるんじゃないかなと思います。皆さん旅行に来て天ぷらを食べた方は、どんな食べ方をしましたか？塩につけましたかね？それとも天つゆにつけましたかね？こんな風に食べ方が地方によって違うんですけれども、実は地域によってちょっと面白い具材もあったりするんですね。これはどういうことかというと、さっき私天ぷらの中身ご紹介しましたよね。かぼちゃだったり、エビだったり、そういったものがあるよってお話ししたんですけど、他にもすごく面白いものがあります。例えば、北海道は、これは、具材ではないけど、ラーメンに入れるそうですよ。ラーメンに天ぷらを入れて食べるそうです。この前私、ラーメンのお話したじゃないですか。そのラーメンに天ぷらを入れて食べるみたいなんですね。本当に美味しそう。私も食べてみたいです。そして面白いなと思ったのが長野県。これは私も本当に衝撃的でびっくりしました。長野県ではまんじゅうを天ぷらにするみたいです。皆さんまんじゅうご存知ですか？まんじゅうっていうのはあんこが中に入った和菓子ですね。きっと食べたことある方たくさんいらっしゃると思います。このまんじゅうが天ぷらになっているそうです。他にもですね、大阪。これは私もよく食べます。なんでかというと、私が住んでいる奈良県は大阪の隣なので、友達と遊びに行くことがとても多いんですね。そしてこの大阪で有名な食べ物、有名な具材は紅生姜です。紅生姜。これも本当に美味しいですよ。なので、もしちょっと変わったものが食べたいな、関西地方に来てちょっと変わった天ぷらが食べたいなっていう方は、ぜひ紅生姜の天ぷらを食べてほしいなと思います。そして他にもですね、沖縄です。沖縄。日本の一番南にあるんですけれども、この沖縄では、もずくの天ぷらが有名だそうです。もずくの天ぷら。どんなものか想像つきますか？実は私はもずくがとても好きなんですけれども、もずくって普段はお酢ですね。お酢の味付けで食べて、これはとてもトロトロした食べ心地なんですけれども、天ぷらにしたらどんな食べ心地なんでしょうか？他のものと同じでサクサクするんですかね？実は私沖縄に行ったことがないので、どんなものなのか、もずくの天ぷらがどんなものなのか想像がつかないんですけれども、でも絶対に美味しいと思います。なので今ご紹介した4つですね。北海道、長野、そして大阪、沖縄。こんな風にとても面白いご当地の天ぷらがたくさんあります。なので気になる方はぜひ調べてみて、皆さんが旅行したい場所、皆さんが旅行で来る場所、どんな天ぷらがあるのか、ぜひ調べてみてくださいね。そして、私がおすすめする食べ方があります。これは、
お店に出てくると、天ぷらってお皿に塩と一緒に盛られて出てくること、そして天つゆも一緒に出されることがとても多いんですけど、実は私が好きな食べ方はちょっと違います。これはこれでもちろん美味しいけど、もっと美味しい食べ方があるんですよ。これは天丼と呼ばれるものです。天丼っていうのは、ご飯の上に天ぷらを置いて、そして甘辛いタレをかけるんですね。丼ですね。これ本当に美味しくて絶品ですよ。なので、もしね、食べたことがない方、天ぷらは食べたことがあるけど、天丼は食べたことがないっていう方は、本当に食べてほしい。本当に美味しいんです。かぼちゃだったり、キスの天ぷらだったり、卵だったり、そういったものをご飯と一緒に食べると、もうね、想像できないくらい美味しいですよ。なのでね、本当に試したことがない方、それとも天ぷら食べたことがあっても、なんかちょっと違うなとか思った方、ぜひ一度天丼を試してみてください。これは私の大好きな大好きな日本料理の一つです。今日はですね、こんな感じで天ぷらについてご紹介してみたんですけど、いかがでしたでしょうか？皆さん何か気になる具材だったり、気になるご当地のものだったり、それとも私が紹介した天丼、皆さんこれ食べてみたいなっていうもの見つかりましたか？きっとね、日本に旅行に来てくださる方の中で、何を食べようかなって迷っている方は、お寿司やラーメン、焼肉ももちろん美味しいけど、ぜひ天丼も候補に入れてくれたら嬉しいです。頭の片隅にね、置いといてくれたらとてもとても嬉しいです。なので、旅行に来ている方はもちろん、留学で今日本にいる方、お仕事で日本に住んでいる方、ぜひぜひ皆さんに食べてほしいものだなと思います。今日の動画はこんな感じでリクエストしていただいた日本料理天ぷらについてお話ししてみました。ぜひね、この動画を楽しんでくれていたらとてもとても嬉しいです。そして動画の最初にもお話しした通り、今とても体調を崩しやすい時期なので、皆さんもぜひお体に気をつけて過ごしてくださいね。そして今すごく雨が降ってきました。ザーザーと雨が降ってきて本当に寒いんですけれども、皆さんも暖かくしてお過ごしくださいね。では今日の動画もいいなと思ってくれた方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。じゃあね。